日本語おしゃべり道場。こんにちは、エミです。こんにちは、周平です。周平さん、今日のテーマは何ですか？今日は日本の季節、四季について話そうか。エミちゃん、四季ってわかる？はい、わかります。春、夏、秋、冬の4つの季節のことですよね。そうそう。日本はこの4つの季節がはっきりしているのが面白いところなんだよね。海外だとずっと暑い国とかずっと寒い国もあるからね。そうですね。私の外国人の友達も、日本の季節の変化はすごいってよく言っています。だよね。じゃあまずは春から話そうか。エミちゃん、春といえば何？やっぱり桜ですね。ピンク色の花がたくさん咲いて、本当に綺麗です。桜は綺麗だよね。みんなでお酒を飲んだり、お弁当を食べたりするお花見も楽しいし。ああ、いいですね。私も今年はお花見に行きたいです。周平さんはお花見好きですか？好きだよ。でも、花を見るよりも、屋台でたこ焼きとか焼きそばを食べる方が好きかな。やっぱり食べ物なんですね。でも春は新しい生活が始まる時期でもありますよね。そうだね。学校も会社も日本では4月から新しい1年が始まるからね。ちょっとドキドキする季節かもしれない。そうですね。じゃあ次は夏について話しましょう。日本の夏は正直ちょっと大変ですよね。そうだね。日本の夏は蒸し暑いからね。湿度が高いのがきついよね。はい、毎日汗をたくさんかきます。でも夏ならではの楽しみもありますよ。例えば？花火大会とか夏祭りですね。浴衣を着て歩くのが大好きなんです。ああ、浴衣か。それはいいね。日本の夏って感じがする。あとは、海に行ったり、バーベキューをしたりするのも楽しいよね。はい。あと食べ物だとかき氷とかそうめんが美味しいです。冷たいものを食べると元気が出ます。わかるわ。暑い時に食べるアイスとか最高だよね。さて、暑い夏が終わると、次は秋だね。秋は私が一番好きな季節かもしれません。涼しくなって過ごしやすいですから。お、エミちゃんは秋派なんだ。秋といえば、紅葉が有名だよね。はい。木の葉が赤や黄色になって山の景色がすごく綺麗になります。京都とかに行きたくなりますね。京都の紅葉は最高だね。でも、秋といえば、やっぱり、食欲の秋じゃない？また食べ物の話ですね。でも秋は魚も果物も美味しいですもんね。そうそう。サンマとか、ブドウ、梨、栗。美味しいものが多すぎて太っちゃうんだよな。食べ過ぎには気をつけてくださいね。あと秋は本を読んだりスポーツをするのにもいい季節ですよね。そうだね。暑くも寒くもないから、何をするにもちょうどいいんだよね。じゃあ、最後は冬だ。冬は寒いです。私は寒がりなので冬はちょっと苦手です。日本の冬は場所によって全然違うからね。北海道とか北の方は雪がたくさん降るし、東京は乾燥してて寒いし。そうですね。周平さんは冬は好きですか？俺は結構好きだよ。スキーとかスノーボードができるからね。あと、温泉に入るのが最高に気持ちいい。ああ、温泉。それはいいですね。寒い露天風呂に入るのは最高です。あと、冬の料理といえば鍋だよね。こたつに入ってみんなで鍋を食べるのが日本の冬の楽しみ方かな。わかります。すき焼きとかおでんとか温かい料理が美味しいですよね。あと、クリスマスやお正月という大きなイベントもありますし。そうだね。お正月は家族みんなで集まってのんびりできるしね。こうやって話してみると日本の一年は結構忙しいね。本当ですね。でも、どの季節にもそれぞれの良さがありますね。そうだね。じゃ、ここでリスナーのみんなに聞いてみようか。はい。皆さんの国にはどんな季節がありますか？日本ように四季はありますか？それと、日本の春、夏、秋、冬。みんなはどの季節が一番好きかな？ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの国の季節の話も聞いてみたいです。
理由も一緒に書いてくれると嬉しいな。雪が好きだから冬が好きとかね。日本語で書くのが難しかったら、簡単な単語だけでも大丈夫ですよ。そうだね。みんなのコメントを楽しみに待ってます。さて、そろそろお時間ですね。日本の四季の話、どうだったかな？少しでも日本の雰囲気を感じてもらえたら嬉しいです。はい。今回のポッドキャストが面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。これからも楽しく日本語を勉強できる動画を作っていくので、次回の動画でもまた皆さんに会えるのを楽しみにしています。じゃ、またねー。さようなら。